その愛情さえ受け入れられたと相手が実感できれば、相手はもうこちらが言うことを聞こうが聞くまいがあまり気にならなくなるものですよ。本当にそうなのかと疑問に思われるかもしれませんので、ここで本田先生の面白い実例をご紹介いたします。こんにちは。雑学ボットの中の人です。今日は嫌なことを言われた時にどのように対処すればいいのかということについて、人生相談のプロ本田光一先生のこちらの本より解説いたします。嫌なこと言ってくる人いますよね。それが悪口だったり理不尽なものからあるいは相手がこちらのためを思っていろいろと言ってくるような意見やお説教のようなものまで様々だと思います。今回はその後者、つまり相手が意見やお説教をうだうだと言ってくるとき、その最たる例は親や上司などだと思いますが、言い返したり突っぱねたりすることは角が立ってできない。とはいえ、受け入れることもしたくない。そんな時にどうすればいいのかということなんですが、本田光一先生のアドバイスは、クジラになることなんですと。どういうことかというと、まずクジラはプランクトンを餌にしているようなんですね。その餌の取り方というのが少し変わっていて、というのもまずガバッと口を開けて大量の水を含む。そして口の中に生えている無数のヒゲでプランクトンや餌になる魚だけをこし取って残りの水はまた全て捨てるといった取り方をするそうなんですね。それと同じように私たちもまずは相手の意見やお説教を全て口の中に含む。つまり聞く姿勢を持つ。で、その中から例えば参考にしたいアドバイスや取り入れたいものがあれば受け入れる。またそういった取り入れたいものがなかったとしても、そういったお説教や意見というのは、独りよがりではあるかもしれませんが、相手はこちらを思って言ってくれているはずですから、その愛情ぐらいはこし取ってみましょうと。で、その愛情を受け取ったサインとして、ありがとうございますとか、勉強になりますなどと伝えると、不思議なもので相手はこちらに言い分を無理強いしたり説得しにかかったりしなくなりますよと。説教も意見も愛情ゆえであり、その愛情さえ受け入れられたと相手が実感できれば、相手はもうこちらが言うことを聞こうが聞くまいが、実践しようがしなかろうがあまり気にならなくなるものですよ。本当にそうなのかと疑問に思われるかもしれませんので、ここで本田先生の面白い実例をご紹介いたします。本田光一先生はマーケターでもあるので、そういったマーケティングのスキルを法人向けにコンサルティング、あるいは個人向けにコンサルティングされたりもしているんですね。で、その昔、本田先生がそのお父さんにコンサルティングどうせするなら法人向けに絞った方がいいとアドバイスされたそうです。個人向けのコンサルティングというのはどうしても単価が低くなりますから、予算がそして体力がある企業向けに展開した方が見入りも大きくなるしいいだろうと思ってのことなんですね。ただ本田先生としては法人よりも個人のお客さん一人一人の役に立ちたいという思いがあったそうです。そこで、お父さんのアドバイスに対して、どう対処したかというと、突っぱねたり言い返したりしたわけではなくて、ありがとう、そこまで僕のことを気にかけてくれて嬉しいと、法人ももう一度視野に入れてみるねと返事したそうなんですね。つまりクジラが水を大量に含むように一回聞く姿勢を持った。ただ別に視野に入れてみると言っただけで実際に法人向けにシフトしたわけなどでは全くない。けどもそれ以降父は満足したのか自分のコンサル事業について何も言ってこなくなりました。いつ法人向けにするんだとかまだ変えてないそうじゃないかなんて聞いてくることもなくなって、私のやってることを認めてくれるようになりました。まとめると、説教や意見をしてくる相手というのは実はその相手が一番私たちに伝えたいのは、あなたを大切に思ってるよ、あなたにうまくいってほしいと思っているよという気持ちだったりするんですね。突っぱねたり言い返したりするのは得策ではなくてクジラになる。つまり一旦全て受け入れた上で愛情だけをしっかりこし取る。
で、ありがとうと考えてみるよというような返事をした上で、あとはもう全部聞き流しちゃうと。すると相手も満足して、もうあんまりうるさくは言ってこなくなりますでしょう。というわけで以上、嫌なことを言ってこられた時の対処法について紹介いたしました。この本は他にも人生のピンチのような局面でどのように立ち回れば相手と角を立てることなくうまくやることができるかといったことをまとめておりますので、関心が湧きましたら手に取っていただけると嬉しいです。最後まで聞いていただきありがとうございました。このチャンネルはまだまだ垢抜けませんが、これから頑張っていきますので、チャンネル登録していただけると大変励みになります。今日も皆様にとって素敵な一日となりますよう。いってらっしゃい。